今回は誘い出しでマグロを狙う時の注意点、コツ等についてお話ししようと思います。なかなかね、その鳥山もないしナブラもないし、今日は魚が見つからんなっていう時に試してほしいのが誘い出しなんですけど、その条件としてまずどんな時にやったらいいのかっていうことからお話ししていきます。まず最初の1番、魚群探知機にマグロの反応が映る時、水深がじゃあ10メーター、20メーター、30メーター、40メーター、50、60、70と魚群探知機の画面の中でこの20メートル、30メートルよりも浅いところ、この辺にマグロの反応が出る時、この時はもう大チャンスです。もう水面にルアーがドボーンと落ちたその音が魚にはもうすぐ伝わって、もう早ければもう数秒でルアーを見に来ます。この浅いところ、2、30メーター以内にマグロの群れが魚群探知機に映っていたら、これはもう大チャンスだと思ってください。でそこよりちょっと深い時、じゃあ今度4、50メートル、この辺りにマグロが映る時、この時は30メートルよりも浅い時よりは確率は悪いです。でも時々この反応が上に上がってきてルアーを襲うっていうことが時々あります。だから50メートルよりも上にマグロの反応がある時は必ずやってみる価値があります。逆に50メートルよりももっと下7、80メートルに映ってる時は、なかなか難しくなります。80メートルから食ってきたってことを僕はほとんど経験できてなくて、やってはいますけどなかなか難しいのが現状です。でじゃあここにはマグロの反応あったけど深いから他の反応を探しに行こうと言って、で他の反応を探しに行って、でしばらくして戻ってきたら今度これがちょっと上の方に出てることって結構あるんですよ。なので今たまたま自分たちがつけたタイミングは魚が深かったけど、時間をずらせば上の方に来る可能性は高いので、もうここの反応にいた魚を全く忘れて無視してしまうんではなくて、あそこにはマグロがいたなってことだけはちゃんと片隅に置いておいて、その日の一日のその以降のゲームを組み立てることが大事です。続いて2番目、今度はたまにボイルが起こるっていう時、遠くの方で一発跳ねた、でも後が続かない、これも結構普通にあることです。でそういった時でも魚が一発跳ねたところを必ずその周囲に一旦は船をつけて、そこで誘い出しをやると魚がドカーンと出ることが、これもね時々あります。なのでたった1匹の水柱でもそれを絶対に無駄にしない、諦めちゃいけないというふうに覚えておいてください。それから3番目、水柱は上がらないけども鳥が騒いでいる時、鳥はずっと水面下を意識しているっていう時は、そこに船をまず近くまで寄ってみて、そこで短くても5分10分ぐらいはまずその鳥の行方をずっと見てます。まだ投げないです。ナブラになる可能性があるので、近くで見ていてずっと鳥が海面下を意識しているようであれば、そこには必ず餌があるんです。餌があるけど襲うマグロがまだ来てないのかもしれません。しばらく待って何も起こらないようであれば、その近辺を魚群探知機をかけてみて、このマグロが映るか映らないかを判断します。全く映らないようであればもうキャストすることはないです。少しでも映るんであればそこで誘い出しをする価値はあります。4番目、潮目を見つけた時、潮目っていうものは海流
が速度が少しずつ違ったり向きが違ったりしてできる海の上の線なんですけど、わずかだけどもここから向こうはざわざわしてるとかね、あるいはこうゴミがいっぱい溜まってる帯があるとかで、浮遊物が溜まるってことはそこが隠れ家になるので小さな餌、ベイトが溜まっていって、その結果大型魚の餌を取る場所になりやすいということになるので、潮目に向かって誘い出しをするということ、これも非常に有効なパターンです。あと遠くにナブラがあって走ってったけど、ナブラ沈んで終わっちゃったっていう時に、そのナブラがあった場所にそのまま最後まで近寄っていって、そこで誘い出しをやるとドーンと出たっていうことも過去に何度も経験してます。ここからは実際誘い出しの方法についてお話していきます。ここに、船の絵を用意してます。で、潮なり風なりで船はここから下の方に流れるとイメージしてください。船の流れはこちら側です。で、その時に基本的に風向き、とにかく風向きで追い風で投げれる方向に投げるのがまず鉄則です。少しでも船から遠いところにルアーをアプローチさせた方が魚へのプレッシャーが少なくて誘い出しに出やすくなる。まずは追い風で投げるということです。それから、何人かでねこうマグロゲームっていくと思うんですけど、この船からルアーを投げるときに同じような近くのところにルアーを投げているっていうのはあまり好ましくないです。魚はどこにいるかわからないですよね。一緒に船に乗っているメンバーが協力をし合って広い範囲を探ってほしいんです。ということは船の三好先頭方面に立ってる人は、風がね極端に強くない限りはこの方向にアプローチをしてもほしい。でその横にいる人はこういう分度器のように誘うエリアを広くしてほしいんですね。このやり方っていうのは魚にプレッシャーをかけないです。それともう一つはいろんなルアーがいっぺんにドボンドボンドボンと同じような場所に同時に落ちて誘い出して食うことって非常に少ないんです。なので誘い出しやるよって言ったらみんな一斉に同じ方向に投げるんじゃなくて、じゃあ僕はこっちに投げる、じゃあ僕はこっちへ投げる、じゃあ僕はちょっとタイミングをずらせて同じ方向に投げる、要はルアーを入れ違って投げてもらうとかね、そういったチームプレーで方向もから遠さも幅広く探っていくことが望ましいです。誘い出しを行う時の実際のルアーの使うタイプとその操作方法についてお話しします。もう使うのはごく普通に皆さんが使われているフローティングのダイビングペンシルと、ポッパー、この2つで誘い出しを僕はやっています。でじゃあいざどうやって誘うかっていうところですけど、先ほど説明した通り風下に向けて思い切りルアーをキャストします。でルアーをキャストした時にサミングは絶対にしません。それはなぜかというと、自然界において海の上でドボーンという音はじゃあ何の音だろうって考えたら、魚が餌を水面で捕食した捕食音、それから鳥が餌を取ろうとして水中に突っ込んだ、これも鳥の捕食音、この2つ以外は自然界では基本起こらないと思ってるんですね。だからルアーの着水の時にはなるべく勢いよく水面にドボーンと落として下にいる魚に水面にルアーが着水した音を聞かせたいんです。でそこから音がしたところにこのマグロは見に行ってるわけですよね。で見に行ってるところでそこでゆらーっと揺れているルアーを見て、
これは食べやすい餌だっていう認識をして食いついてきます。なのでドボーンと落ちてからそこからすぐにルアーを引っ張ることは僕はほとんどしてなくて、僕はもう30秒ぐらいは平気で待ってます。久米島の漁師がキハダ漁師が年に1回2回ぐらい取ってきた漁で取ったキハダのお腹から缶コーヒー出てくるっていうんですよ。パヤオでこうやって浮いてるじゃないですか。でいろんなこういう人の話だったり経験だったりがこう集約されて、あ、こうやってやってるのが見破れないんだっていう結論に達して、でそこから逆にじゃあ久米行ったらパヤオでポッパーとかでペンシル投げてちょこちょこっと動かして見てると、平均するとねもう10秒20秒後に出てくるんですよ。それでもう確信というか、一体どこまで出てくるんだろうってやってみたら最長は2分でしたね。で、5秒10秒待って食われなければ、そこで魚が襲うことがなければ、ポッパーだったら1回か2回もう1回ここに餌があるんだよっていうことを魚に伝えるために強めのポッピングを短く2回ぐらい入れます。ここには餌があるってことを舌に伝えるためです。ダイビングペンシルを使うときはしばらく放置しても食われなかったら、軽くワンジャーク、本当左右に4ターンから6ターンぐらいヨタヨタヨタって1回短い距離を泳がしたら、またそこで浮かしておきます。で今度はその状態でだいたい長ければ30秒ぐらい、結構長く放置しているルアーをマグロは食ってきます。着水から多分わずか5メートルぐらいの勝負をしていて、そこで出なければ回収です。肝はルアーという異物に感じさせないために無駄にルアーを動かさないということです。誘い出しで使うルアーの大きさについては遠くに飛ばしたいし、それから着水でアピールもしたいので、だいたい僕は18センチから20センチぐらいのルアーを好んで使ってます。で大事なのは投げたルアーが着水した後に浮力が強くてほぼ垂直に浮くものがよく食われます。それはルアーのサイズがこう見破られないっていうことと、こうやってほぼ水平に浮くものよりも立っているものの方がずっとルアー単体で動き続けてくれるからなんですね。こことっても大事なことなので、誘い出しはほぼ平行浮きよりも垂直浮きの方が僕は推奨します。以上で誘い出しをしてマグロを狙う時のどんな状況なのか、それからどんなことをキーにしているのか、そのルアーをどうやって演出するのかということについてお話をしました。予想しなかった一発が突然出てくるっていうこの感動体験をぜひしてください。